いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。多くの釣りにおいて棚を知り、棚に餌やルアー、フライを送り込むのは重要なテクニックです。水面や水底を平面として捉え、二次元的に攻略することに加え、水深、すなわち縦軸をプラスした3次元で水中を捉えることが求められます。今回は魚の映像をつかみ、そこに仕掛けを送り込むテクニックの基本を解説いたします。本日の結論です。棚の理解と調整が釣果の最大の鍵になる。本日の目次です。3次元の釣りに大切な概念。水面からの棚、水底からの棚、常に変化する棚、棚を変えて釣果を伸ばす、棚を保つ浮き、棚を知るヒント、棚を作るという考え方、棚が合わない理由、それでは順に見ていきましょう。3次元の釣りに大切な概念。棚とは水中のある一定の層を意味する釣りの専門用語です。魚が餌を取ったり、群れをなして遊泳する水深、もしくは釣り人が餌、仕掛けを沈める深さを指す言葉です。例えば、ヘラブナ釣りでは、浅い層に餌を留めておくかっつけ、中層に沈める中釣り、水底まで沈める底釣りなど、釣り人は状況などに合わせて狙う棚を変えます。同時に使う道具や仕掛け、釣り方が変わってきます。さらに同じ中釣りでも餌がとどまっている水深、棚をそれこそ数センチメートル単位で変えることで釣果に違いが出ることもあります。釣りの様々な技術の中でも棚を意識することは重要な要素の一つです。棚の概念とは、すなわち水中を3次元で捉えることです。例えば、トップウォータープラグだけを使う釣りスタイルのように、水面を狙う釣りには、魚が浮いているかどうか、水面に注目しているかという判断基準はあっても、釣り方自体に棚の概念はありません。また、仕掛けや餌を水底に這わせる釣りにも、魚がそこにある餌を捕食しているかどうかを推測するものの、3次元的な概念はありません。これらはいずれも水面もしくは水底を平面として捉える2次元の釣りです。水面直下や餌を水底からわずかに切った状態で探る釣りも、そのわずかな差が釣果を分けることはあっても、基本としては2次元の釣りと考えていいです。2次元の釣りの典型例として鯉釣りが挙げられます。餌釣りでは底狙い、パンプカ釣り、パンを水面に流して釣る方法では水面狙い。中層で釣れないわけではありませんが、基本的には水面か水底のいずれかを狙う釣りです。そのため、ビギナーにもイメージがつかみやすいです。これに対して平面に垂直軸を加えた3次元で水中を捉えることは、陸上に住む我々人間には非常に難しいです。ましてや仕掛けを振り込むごとに3次元の全く同じ点を狙うことは不可能に近いです。加えて魚はそれ自体が移動するのですから、水中のどこかにいる魚の目の前に餌を届けるのは無理な相談です。餌があれば魚の方から寄ってくるとはいえ、空中を飛び回る昆虫を網で捕獲する方が肉眼で確認できるだけまだ簡単な話です。そこで必要になってくるのが3次元を横に切った平面、棚をイメージし、それを2次元で捉える概念です。棚を推測することで釣れる一点を効率よく探ることができるのです。水面からの棚、水底からの棚。棚をイメージする際にビギナーが混乱しやすいのは、棚が水面からの深さを意味しているのか、それとも水底からの高さ、距離を意味しているのか、対象魚や釣り方によって異なることです。例えば沖釣りで船長が水深15メートルに反応があるなどと伝える場合と、そこから5メートルなどと表現する場合があります。これを指示棚といい、水深を伝えられた場合は、マーキングされた道糸や電動リールに表示される道糸の距離などを目安に仕掛けを落としていきます。一方、そこからの距離を指示された場合は、一旦重りなどを水底まで落とし、
そこからマーキングされた道糸やハンドルの回転数を目安に仕掛けを棚まで引き上げます。表層から中層を泳ぐ回遊魚などでは水面からの深さを、根回りなどにいる魚では水底からの距離を伝えるのが一般的です。これは比較的わかりやすい例ですが、混乱しやすい例もあります。例えばトラウトを狙う湖のフライフィッシングでニンフなどを水中にステイさせるとき、棚はマーカー、目印からリーダーをどれくらい取るかで決めるのが普通です。表層を回遊している魚はそれでいいですが、深場の魚、特に駆け上がりなどの水底の斜面に沿って泳いでいる魚に対してはどうでしょうか。この魚は水面からの距離ではなく、水底からの距離を保って泳いでいる状態であることが多いです。水面からの距離を一定に保ってフライをステイさせても、ポイントの推進によって魚の棚には合わなくなってしまいます。実際にこれに対応する仕掛けも考案されています。比重の重いシンキングラインを水底に這わせ、浮力のあるフライを水底から浮かせて狙うボトムラインシステムという方法です。リーダー、ティペットの長さを調節することで、そこからの棚を正確に取ることができます。また、トラウトの餌釣りでも浮く餌、パワーベイトなどを使い、ぶっこみ釣りの要領で釣ることが効果的なことがあります。常に変化する棚。魚が一定の層を遊泳したり、一定の層にある餌だけを捕食したりするのは魚種ごとの特性によります。海中の根回りを例にとれば、潮の流れなどによってプランクトンが集まる場所に、イワシやアジなどの小型回遊魚が集まり、それを狙う大型の回遊魚がやってきます。そのポイントが沖釣りで真上から仕掛けを投入している釣り人から見ると、いわゆる釣れる棚になります。餌、生物の存在以外の要因として大きなものに水温が挙げられます。魚種によって生活に適した水温域が異なり、魚は最も快適な水温の場所に移動します。湖では表層の暖かい層にはウグイなどの温水性の魚が、低層の冷たい層にはイワナなどの冷水性の魚が住みます。また、サーモクライン、水温薬層が魚が遊泳する層に大きく影響するケースもあります。餌、生物の有無や水温などに魚の行動が影響されるということは、棚が常に変化することを意味します。よく魚が沈む、浮くという表現をしますが、それは棚が下がる、上がるとほぼ同義です。小型回遊魚が表層を回遊していれば、それを狙う大型回遊魚も表層に浮いてきますし、夏と冬では水温が大きく異なるため、夏場に深場にいるイワナも冬になれば表層まで浮いてきます。また、前日との水温差が大きくなると、棚も大幅に変わるケースが多いです。日照の変化も棚を変化させる要因の一つです。晴れている日は沈みがちで、曇りの日は浮いてくる魚種は多いです。また、水面が風でかき乱されている時に魚が浮き気味になってくることもあります。これは魚の警戒心が引き起こす行動と考えられます。同じ理由で釣り人が多い釣り場では、人影に怯えて魚が沈んでしまうこともあります。さらには、魚群探知機のソナー音などを嫌って魚の群れが沈むケースもあります。魚の警戒心が高まることで棚が下がる場合は、魚が餌を取りたがらない状況にあると考えるのが一般的です。そのため、魚が浮く、活性が高い、釣りやすい。魚が沈む、活性が低い、釣りづらいと捉えるケースが多いです。ただし、その逆に、浮いてきている魚からは人間の姿が見えやすくなることによって、かえって警戒心が高まることもあります。クロダイの落とし込み釣りなどでは、中層で餌を発見した魚に、そこまで餌を追いかけさせ、警戒心を解いた状態で食わせるのもテクニックの一つとされています。棚の変化は、浅い、深いだけでなく、釣れる棚の範囲が狭くなるという現象として現れることもあります。例えば、回遊魚を狙う沖釣りで、それまでほとんどの釣り人に釣れていたのに、一部の釣り人の針しかかからなくなるケース。
餌の付け方、針の大きさ、誘い方など、様々な要因が釣れる、釣れないを左右する理由として挙げられますが、棚が狭くなっていることも理由の一つです。ただし、巻き餌がとどまる場所に魚が密集するなど、必ずしも活性が低くなったことだけが原因でないことに留意しましょう。棚を変えて釣果を伸ばす。このように棚が変化した場合、実際の現場では浮き下を調節するなどして異なる棚を探り、変化する棚に対応するのが釣果を伸ばす基本的な考え方です。しかし、対象魚や釣り方によっては、棚を変えることに対する考え方が異なります。特に巻き餌を使う釣りでは、棚を目まぐるしく変えることで巻き餌が広範囲に広がり、同時に魚も散ってしまうことがあります。そのため、頻繁に棚を変えず、魚の活性が上がるタイミングを待った方がいいと考える釣り人もいます。いずれにしても、棚を変えるときは、基本となる棚を覚えておくことが大切です。特にそこからの距離で棚を決める釣りでは、調節を繰り返しているうちに、ポイントの水深がわからなくなってしまう、いわゆる棚ぼけが起きます。時折、そこまで仕掛けを落とし、ポイントの深さを確認しましょう。棚を保つ浮き。棚を正確に取るためには、いくつかの方法が取られます。リールから出した道糸の距離を一定にしたり、浮く疑似餌や餌を使ってそこからの棚を正確に取る方法もあります。それらの中で最もポピュラーで理解しやすい方法は浮きを使った棚の取り方です。浮き釣りでは浮き下の長さを調節することで棚を決めます。浮き下を長くすれば深いところまで餌が沈みます。棚を取ることは浮きが担う大きな役割の一つです。欧米の釣りと比較して日本では浮きを使った釣りの進歩の度合いが大きいです。それは欧米ではリール竿の釣りが早くから始まったのに対し、日本では長らく延べ竿の釣りが盛んだったことに理由があります。リール竿の利点は遠くのポイントを探れることです。一方、延べ竿では探れる範囲が限定されます。その中で釣果を上げるためには3次元の釣れる一点を探ることが必要です。このことから正確に棚を決められる浮きが発展してきました。これは欧米で作られた浮きや重りの精度を見れば一目瞭然です。日本の仕掛けほど繊細な棚取りができるものではありません。非常に精度の高い浮きを使う釣りといえばヘラブナ釣りが一番に挙げられます。餌を一定の水深に留めるだけでなく、ベテランは浮きに現れる微妙な変化から浮き下をどう変えていくべきかもわかるほどです。実際に棚が数センチメートル変わるだけで釣果に影響するこの釣りでは、繊細な浮きが欠かせないものとなっています。棚を知るヒント。ヘラブナ釣りに限らず、ベテランの釣り人は当たりの出方や釣れ方をもとに棚を微妙に調節します。浮き釣りでは食い上げの当たりか、浮きが一気に沈むような当たりかの違いが一つの手がかりになるケースがあります。食い上げの当たりは餌がある棚が深すぎ、浮きが一気に沈むような当たりは浅すぎるという判断です。棚が違いすぎると食い気のある魚しか釣れないと考え、できるだけ棚を合わせる努力をするわけですが、逆に食い気のある魚に照準を絞り、はっきりした当たりを出すために棚を少し浅くするという考え方もあります。なお、底釣りで浮きが浮き上がってくるような当たりがある場合は、棚とは関係なく、餌を食った魚が手前に移動してくることが原因のため、間違えないようにしましょう。釣れ方で判断するケースとしては、小型ばかりがたくさん釣れるときに、その周りにいるであろう大型サイズを狙って棚を深くしたり、浅くしたりするという手段が挙げられます。大型魚になるほど深場を好むことと、小型魚の方が活発に浅場まで浮いてくることから、多くの場合では棚を深くすることが効果的です。浮き深瀬釣りで餌取りをかわして深い棚まで餌を送り届けるのはこうした発想によります。ただし、これが全てではなく、大型回遊魚などでは遊泳力の強い大型魚ほど餌を追ってくることがあります。
ジギングでは小型魚が追い切れないほどのスピードでジグを巻き上げることで、選択的に大型魚だけを浅い棚で食わせるという手もあります。釣りの経験が長くなると、釣り場の状況を観察して、あらかじめ棚を想像できるようになってきます。例えばヘラブナ釣りでは、もじり、水面に波紋を作る行動が見られれば、棚は比較的浅いと推測できます。魚が飛び跳ねているような時は、むしろ深場から一気に水面へ泳ぎ上がってきた結果と考え、棚は深いと推測します。もちろんポイントが異なれば状況も変わりますし、たまたまその一匹だけがそうした行動をとっているのかもしれません。またそれが食い気のある魚なのかどうかもわかりません。しかしこうした観察が棚を推測するヒントになることは確かです。棚を作るという考え方。特に沖釣りでは魚群探知機などを使っているのでなければ、魚が泳いでいる層をあらかじめ知ることは難しいです。個人でのボート釣りなど、船長からの指示棚がない場合、何度か仕掛けを投入しているうちに実際に釣れた棚を覚え、次に仕掛けを投入する際もそれと同じ棚を狙うようにするのが実際の手順です。湖のワカサギ釣りなどもそうやって棚を自分で掴む釣りの一つです。しかし釣り人自らが釣れる棚を作る方法もあります。それを可能にするものが巻き餌です。巻き餌を巻くことで違う層を泳いでいる魚が巻き餌が漂う棚に集まってきます。棚が大幅に異なればなかなか魚は寄ってきませんが、ある程度合っていれば大きな効果があります。巻き餌の比重によってその効果は変わってきます。比重が重い巻き餌は沈みやすいので、深いところにいる魚にアピールします。比重が軽い巻き餌は付け餌のある棚付近を横へ漂い、水平方向の魚にアピールします。そうやって下方向や水平方向の魚を寄せ、食わせ餌に到達させます。魚の活性が高まれば棚はどんどん浅くなり、手返しを良くすることも可能です。ただし、いずれも巻きすぎれば巻き餌に釣られて魚も付け餌から遠くへ離れていってしまいます。対象魚や状況に合わせて比重や巻き餌の量をコントロールするのが大事なテクニックの一つになります。棚が合わない理由。沖釣りでの棚は船長からの指示棚を目安にします。水面からの深さを指示されたときは、リールから出す道糸の長さを、水底からの距離を指示されたときは、重りが着底してから巻き上げる道糸の長さを調節して棚を合わせるのが基本です。しかしこれだけでは棚がうまく合わないことがあります。その多くは仕掛けに原因があります。重りが軽すぎると仕掛けが斜めに入り、指定の棚より浅い層にとどまります。潮の流れが速いときは重りの形状によっても差が出てきます。また、ハリスが長ければその分仕掛けから深い場所に餌が到達します。ハリスが太く潮の抵抗を受けやすいと横にたなびいて沈まなくなります。さらに餌が大きすぎる場合も餌の比重によっては潮に流されやすくなります。釣れない理由は棚だけではありませんが、釣れている人と仕掛けを合わせることは有効です。船長の指示棚で誘い、当たりが得られなければ棚を深くしてみたり、浅くしてみたりして探ってみましょう。それで釣れたら、その時の道糸の長さを覚えておき、次の投入ではその棚で探ってみるのが一般的な手法です。いかがだったでしょうか。棚を知るということは、魚の居場所を探すだけではありません。水の流れに耳を澄まし、光の差し込みを感じ取り、風のささやきを読み解く。魚は浮き、沈み、その姿を変え続けます。その一瞬を感じ取るのが釣り人の役目。浮きのわずかな揺らぎ、竿先のかすかな震え、その合図に気づいたとき、見えない世界が浮かび上がります。棚を探ることは自然と呼吸を合わせること、そして魚と心を交わすこと。棚を知れば釣りは技術を超え、自然と共に紡ぐ物語へと変わります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。